ようこそ5歳食堂へ。今回はスペシャルバージョンとして私の祖父母の話をご紹介します。2人で192歳、祖父は今年で101歳、祖母は91歳。今日も元気に暮らしています。いいですか？今2分半ぐらいです。祖母は週に3回ジムに通って体を鍛えています。最近始めたマシーンのトレーニングを見せてくれました。こう曲げて、これ30分、みんな30回。祖父はスクワットを100回日課にしています。やはり体を鍛えることは大事ですね。体を鍛えることと同じぐらい大切なことは食べること。こちらは毎朝祖父母が食べている朝食です。今回は祖父母の家に行くと必ず出てくる定番の人参サラダの作り方を教えてもらいました。なかなかね、100% 気に入ったスライサーはないのよ。じゃあずーっと探した、かっぱ橋も探したけど。スライサーにはこだわりがあるようです。ドイツのなんとかってやるの買ったけどね、なんかこれね、100% 気に入ってない。これにね、刃があるのね、プラスチックの。でこれ押さえてこうするのね。で、皆さんこれ手でやります。薄くなったのは。これ普通はね2杯して常備菜で何日も食べます。いい？かけます。オーバナとネバナっていうなっていうかね、オーバナっていうね、今私が一番好きな、お花っていうかね、そうです。なんていうの？ジズサンゴ10分半ほどあれしました。電子レンジかけましたね。でこれまたね、いろんなお酢を使います。それで最後にサーソンの今これを4種類入れたの。それでサーソンも入れて、そして塩コショウね入れて、そしてオリーブオイル入れて、よし。ちょっとそれで少し冷めてパセリ入れるね、ごまとこれにあれを入れるのよ、おからの粉乾燥した。ちょっとこれ今日少ないごまをね、ごまとお酢割りに私は使いますね。これちょっとねごまが少なかったんだけど、ちょっとこのビルさんに買ったのがちょっと少なかったけど、ごまでちょっとこれ少し足しましょうか。ごまを割りに使うね。ごまは引かないとね、粒のままじゃ消化が悪いから。それで塩コショウ入れたかな、入れたかね、塩コショウ入れたんだってか忘れちゃったね。そしてね、これにね豆乳おから火を入れなくていい方の豆乳のおからパウダーを入れます。で適当にこれがね、人参の水分とお酢のこう水分が加わりますからね、それがなくなるぐらいに入れますね。この時はごまが少なかったけど。こ
の長年毎朝食べている常備菜です。パセリは今日は生がありましたけど、普通は冷凍にしたものをパセリを冷凍にしてて使いますね。それが冷めて入れるのよ、パセリはね、冷凍だから。人参サラダの出来上がり。次回の5歳食堂もお楽しみに。またお会いしましょう。